サワディーカー、飯野太一です。本日はですね、長距離走の肝中の肝、木分けの中の有酸素、ヒル、基礎基について行っていきたいと思います。ここをしないことには、長距離の能力っていうところは積み上がっていかない。強くならない、速くならないというところなので、すごく重要なポイントですので、皆さん、ぜひチェックしていきましょう。タイチャンネル。まず、有酸素期間の目的としましては2つありまして、1つ目は有酸素能力の向上。2つ目は試合に耐えられる練習をできる体を作ること。あとは練習を吸収できる体を作ることです。有酸素能力というのは簡単に言うと長く動き続けられる体を作るというようなところです。同じペースでも心拍数が上がりにくかったり、後半でもペースが落ちにくくなったりですね。あとはエネルギー効率も良くなっていきます。こういう変化がですね、体に起きていくようにしていきます。合わせてこの時期の練習をしてるとですね、回復力だったりとか、疲労耐性能力、あと衝撃耐性、フォームを支える筋力だったり、可動域。こういった試合に向けた練習に耐えられる体も一緒に作られていきます。タイチャンネル。この時期にやる主な練習はスライドの通りです。この時期は基本的にゆっくり長く、時間を長く走るようにしてください。距離というよりは時間に対して体は反応しますので、しっかり時間を走るようにしてください。ロングジョグのことなんですけど、90分から150分と記載させていただいたんですが、90分あたりからですね、有酸素能力を高めるっていうその線がですね、ぐーっとちょっとずつ上がっていってです。まあそこまでもですね、ぐーっと伸びてるんですけど、ちょっとぐっと伸び率が上がっていきます。150分までにしてる理由はですね、150分あたりがですね、その有酸素能力の上げ幅の少し緩やかになる。というところが150分なんですね。それ以上やってしまうと、費用対効果がすごく悪いので、疲労のリスクの方が高まるので、150分までにしてくださいというところで、150分となっております。で、ミディアムロングランを19キロから24キロ、ロングランをそれ以上やるというような構成になっております。そして、起伏のあるところで距離走をして、脚筋力だったりっていうところ、あと走り方、上り坂だったり下り坂の走り方ですね。そういうものもしっかり鍛えていきます。あとは坂ダッシュだったりとか、坂のインターバル。そういうところでですね、心肺を刺激したりとか、足に刺激を入れたりとか、脚筋力を鍛えたり、そういうところにもしっかり坂というところは使えていきます。そして最後にクルーズインターバルをして、次のフェーズに移行するというようなところになってます。ただしここで大事なことがありまして、大事なのはメニュー名ではないんですね。その練習で何を得られたのか、目的や狙いは達成できたのか、しっかりそういうところをですね、常に問いながら練習に取り組んだり、練習を組み立てるようになってくると、この有酸素の期間っていうのがすごく有意義な時間になりますので、そういうの思考も持ちながら取り組んでみてください。タイチャンネル。この期間の大事なポイントと気をつけてほしいポイントっていうものが5つあります。ポイント1つ目は、ゆっくり長く走ってください。ゆっくり長くです。調子がいい時にペース上げちゃってませんか？僕もめちゃくちゃそっちのタイプで、今まで、じゃあ今日は120分走ろうっていうところで始めたんですが、徐々にその30分ぐらいあたりの時から、過ぎたあたりの時から皆さんペース上がってないですか？はい。僕もそうなんですけど、そっから上がっちゃって、まあ今日は心配も上がったし、100分にしようとか。そういうことになってませんか？皆さん。はい。これをやってしまうと目的がずれてしまうんですね。有酸素の目的は、速く走ることではなくて、速く走れる体を作ることにありますので、なのでですね、ゆっくり長く走るってこと。あとは長く動き続ける体を作るためにペースを上げない。疲労をためずに継続していきたい。心肺と足をじっくり作っていきたい。こういう時期でもありますので、気持ちいいからといってペースを上げすぎたりするのは目的がずれてしまうのでやめましょう。というところです。タイチャンネル。2つ目は、できるだけ長い時間継続するようにしてください。どういうことかというと、分割、朝練習、午後練習で2つに分けて距離を踏むというよりは、1回で長く走った方が効果が出やすいです。なぜなら、長く走ることによってですね、得られる効果というものがあります。長時間刺激で心肺機能が発達していきます。長時間のランニングで足が鍛えられます。後半でも動きを保つという能力が育ちます。長く走ることで体が適応して、エネルギー効率の良い体に、適応していきます。こういう反応が起きるので、1回で長く走ることが大切です。しかしですね、いきなりじゃあ今日30キロ走っちゃおうとか、40キロ走っちゃおうってなると、
一番大切な、継続の面。はい。練習を継続するっていうところで頓挫してしまいますので、絶対に無理をしない、疲労が溜まりにくい、最長の距離で時間を踏むようにしてください。徐々に、その距離だったりとか時間っていうのを増やしながら、1回で走れる距離っていうもの、時間っていうものを増やしていけるようにしましょう。タイチャンネル。3つ目がですね、週の中でしっかりメリハリをつけてください。毎日ですね、同じように、中途半端に練習してしまうと、怪我や不調、もうまっしぐらです。もうそれは、そういう練習はですね。大事なのは、長く走る日、回復させる日、吸収させる日、体を作る日。目的だったり役割を分けて、しっかり週の中で、メリハリを作った練習っていうのがすごく大切です。長いランを入れたら次の日はですね、軽いジョギングにして、前日に入れた刺激っていうのをしっかり吸収させる日にしっかりしてください。じゃないと、怪我だったりとか不調だったりとか、練習の効果が、吸収されにくくなってしまうので、はい、そういう思考を持ちながら練習できると、積み上がっていきます。なので大切なのは、1週間単位で、1ヶ月単位で、シーズン単位で、しっかり長い目を見て、トレーニングを続けていくようにしてください。タイチャンネル。4つ目がですね、有酸素能力っていうのはただ長く走るだけではありません。しっかりこの時期に筋力トレーニング、コアトレーニングだったりとかですね、そういう体を作る練習も取り入れてくださいっていうところです。理由はですね、有酸素能力だけあっても、それを支える体がなかったら、走力には繋がらないんですよ。例えばですね、筋トレだったりとか、コアトレーニング、可動域を広げる練習だったりっていうところをしていないと、長く走ると姿勢がですね、支える力がないので崩れてきてしまったりとか、接地で腰が潰れてしまったりとか、股関節が使えなくて一歩が出にくくなったりとか、軸がブレ出したりとか、疲れた後半にですね、フォームが崩れてしまったりとか、そういう弊害が起きるんですね。こうなると、せっかくですね、たくさん走って作った有酸素能力、心肺機能っていうところが、レース後半で活かせなくなってしまうんですね。なので、この期間はですね、走力を支える基礎として、補強と筋トレ、動き作りなどを入れていくことがすごく大切です。タイチャンネル。5つ目がですね、昼トレーニングになります。昼トレーニングというのは坂道ですね。上り坂でやるトレーニングのことです。本当に坂は本当に優秀でして、もう脚筋力の強化、心肺への刺激、神経系への刺激、フォーム改善だったりですね、接地感を作ったりとかですね、平地よりも足の負担を下げた状態でスピード練習ができたりとかするんですよ。基本的なその坂ダッシュだったりとか、坂のインターバルの入れ方なんですが、ジョグの後に坂ダッシュだったりとか、坂のインターバルを入れるようにしてください。あくまでも、ここでは有酸素能力の土台を作る時期なので、もうこの昼トレーニングっていうのはスパイスでしかありません。で、このスパイスをしっかり、有酸素の土台を強化していくっていう部分ですごく大切ですので、あとはこの昼トレーニングっていうのは、次のスピード無酸素期間への移行期の練習としても使えますので、スピードを出す準備、前段階でしっかり使えるトレーニングになっていきますので、しっかりですね、計画的に昼トレーニングを入れられるとめちゃくちゃいいです。タイチャンネル。この時期によくある不安なんですが、有酸素期間っていうのは、スピード落ちるんじゃないかって不安になりますよね。そんだけたくさん長い期間走ったら足遅くなんじゃないかというような不安があると思います。もう結論言うんですけど、スピードは落ちます。この時期は一時期ですけど、必ず落ちます。理由はですね、速い動きをする。神経への刺激が減るということ。あとはゆっくり長く動くことによって、チキンにばかり刺激が入るので、速い動きが、先ほども言ったんですけど、速い動きがしにくくなるんですね。あとは、体の動き自体が、有酸素的な動き、長距離に適した動きになってしまうので、動きにくさっていうのも出てきます。こういったことが起きるので、一時的なスピードの低下というものは起きるんですが、でも皆さん思い出してください。最初にも言いましたが、この時期というのは、速く走ることが目的ではないんですね。速く走れる体を作る。っていうことがこの時期の目的ですので、ここで焦って、じゃあスピードも出なくなっちゃった。じゃあインターバルやろうとか、スピード練習を早くやろうとか、そういうのを中途半端にこの時期にやってしまうと、もう土台作りが中途半端になってしまうので、土台が小さいまま、そのスピード練習だったりとか、あとは次にコーディネーショントレーニングだったりとか、そういう部分が積み上がっていかない体になってしまいますので、念頭に置いておいてほしいんですが、キレが、この時期は出なくてももう大丈夫です。でもですね、心配になる方、
あとは、入れといてほしい、練習があるんですけど、それは先ほども言った逆ダッシュをして、足の切り替えだったりとか、神経にですね、刺激を入れて動きやすい体を日頃から作っておく。あとは流しでもそういう効果がありますので、日頃のトレーニング、プラスアルファで、しっかり流しだったり、逆ダッシュを入れて、スピードを出せる状態を作っていく。こういう取り組みもすごく大切ですので、頭に入れておいてください。タイチャンネル。はい、ここからはですね、週3、週6の練習の立て方について、ちょっと、お伝えしたいんですが、この練習を自身のお仕事だったりとか、部活動、その使える時間によって当てはめるようにしていってください。負荷は、第1段階です。もう第1段階の軽い負荷の練習のスケジュールになってます。大事なのは、週の中で役割を分けてくださいというところです。先ほども言ったんですけど、しっかりですね、ロングをした次の日は、しっかり軽いジョグだったりとか、あとは休みにしたりとかしてですね、しっかりその刺激を体に吸収させる時間を作ってください。で、意外にですね、頻度が多い人ほど、その吸収する時間っていうのをしっかりとってます。頻度が増えるほど、強度が上がるのではなくてですね。まあ、全員がもうそのキャパとして、10だとしてください。10ですね。その中でどう10を使っていくかっていうのを意識しながらですね、練習を組み立てると組みやすいかなと思います。なので、しっかりね、この週の中でどれぐらいの負荷をかけていたのか。で、はたまた、この1ヶ月、2ヶ月単位で、この時期っていうのはこれぐらいの距離を踏んで、次の週はこれぐらいの距離を踏んで、次の週はこれぐらいの距離を踏んで、みたいな感じで、積み上げていくようにしてください。タイチャンネル。はい、じゃあ今日のまとめなんですが、有酸素、昼、基礎期っていうのは、木分けの中で一番最初にやって、一番長くやる期間でございます。この時期にやることとしましては、長く走ること。ゆっくり走りながら、走れるペースで走ることです。正直ですね、この時期の練習っていうのは地味で、つまらない練習が多いんですが、ここを雑に扱ったりとか中途半端に扱ってしまうと、後半の試合のための練習、スピード練習、無酸素練習、コーディネーション練習、調整、すべてが崩れていきます。ですが、ここをしっかり詰めた人が、その上にスピード練習乗せられます。無酸素練習乗せられます。コーディネーション乗せられます。調整できます。というような風になってくるので、しっかりこの期間をですね、ゆっくり長く走って、補強筋トレをしっかりして、体を作りをして、昼でですね、土台をしっかり固めながらですね、使っていくということがすごく大切ですので、この期間っていうのは何度も言いますが、早くなるための期間ではなくて、早くなるための練習をできる体を作る期間でもありますので、そういうのを念頭を置いてですね、練習に取り組むようにしてください。はい、じゃあ皆様に質問なんですが、皆さんどれぐらいこの期間ですね、有酸素の期間を作れていますかというようなところです。毎回、目的からずれた早いジョグをしてませんか？ロングジョグや、回復のジョグの日、早くしてませんか？補強や筋トレ、おろそかにしてませんか？ドリルや、ストレッチなどもおろそかにしてませんか？ぜひコメント欄でですね、この時期に悩んでることだったりとか、私、筋トレできてませんとかですね、この時期早く走っちゃってましたとかですね、コメントいただけると、その対策だったりっていうところを詳しくまたお伝えできると思いますので、じゃんじゃんコメントください。ぜひですね、この機会に今の練習を振り返ってもらって、土台の作り方、どういう練習をしようかなというような時にですね、少しでもお役に立てる内容になってたらすごく嬉しいです。次回はこの上にどうやってスピード練習だったり無酸素練習を乗せていくかという内容を行っていきます。なぜインターバルを入れるのか、なぜスピード練習をしているのにスピードが出ないのか、そこら辺をですね、深掘りさせていただきたいと思います。プラス実践例も踏まえながらですね、皆様にお伝えしていきますので、よろしくお願いします。本日もですね、なかなかいいのに付き合っていただきありがとうございました。少しでもですね、皆様のお役に立てるような発信になっていたら嬉しいです。ではご清聴ありがとうございました。では皆さん、バイバイ。